The wand that they made for me when I asked it has got a snake's head on the top. It's got very sharp teeth in it. So the first scene I did with Tom Felton, which is not in the, it's on the deleted scenes of the DVD, he touches something and I went, don't touch Draco, like that. But I didn't know how sharp these things were, and I never used it on his head. It's heavy, this head. The fangs went right into his hand. He was only 11 or 12, right into, like, pierced the skin. And he looked up at me, and the camera's rolling, and his eyes filled with tears and stuff. And then the take was over. I went, Tom, I'm so sorry, dude. I didn't know it was heavy and sharp. He goes, no, it's good. It's good for the take. It's fine. It's good. What's that relationship like to have someone play your son? You know, I have kids, and I love people, and my kids are great. No! Oh, Tom Felton! He's my surprise guest. Oh, that's embarrassing. Hi, Dad. Hi, darling. 通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、先日もお伝えしましたブロードウェイ版ハリーポッター。ハリーポッターと呪いの子からの話題になります。先日ですね、映画版のハリーポッターでドラコ役を演じておりましたトム・フェルトンがこの舞台版に登場しまして、とんでもない歓声を浴びたという話題見てまいりました。で、あの動画のコメント欄ではね、この観客席お父さんいそうだよね、つまりジェイソン・アイザックスがいそうだよね言ってる方ね、ちらほらいらっしゃったんですが、いたんですいましたやっぱりね、いたんですよ。見に行ってたんですね、あれを。そしてその後ね、このジェイソン・アイザックス、彼のインスタグラムアカウントで、このトム・フェルトンを大絶賛しました。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日もね、こちらの動画でお伝えしました、ブロードウェイ版のハリーポッターと呪いの子ですね。ここに期間限定で、映画版でね、ドラコ・マルフォイを演じましたトム・フェルトンが大人になったドラコ・マルフォイ役で出演しているんですね。これ来年の5月までのようですが、最後はね、スタンディングオベーションが巻き起こり、明らかにね、このトム・フェルトン、涙ぐんでいましたよね。そしてね、こちらに見えております、映画版でね、ドラコ・マルフォイのお父さん、ルシウス・マルフォイを演じたジェイソン・アイザックスが、これをね、やっぱり見に来ていたようで、その後ね、インスタグラムで、このトム・フェルトンにね、賛辞を送りました。でですね、この送った言葉というのが、非常に詩的と言いますか、役者らしい、かなり比喩的な表現になっておりまして、正直ね、これ、Google 翻訳しただけじゃ、全く意味がわからないと思います。なので本日ね、一体この父が息子にね、何を言っていたのか、このあたりを詳しく見ていければなと思っております。トム・フェルトンとジェイソン・アイザックス、ブロードウェイで小さなハリー・ポッターの再会、とても誇らしい。マルフォイ一家が再び揃った映画ハリー・ポッターでルシウス・マルフォイを演じたジェイソン・アイザックスがブロードウェイで上演されたハリー・ポッターと呪いの子の最近の公演でスクリーン上の息子であるトム・フェルトンと再会した。フェルトンは現在トニー賞受賞作品であるこの舞台で期間限定でドラコ・マルフォイを演じている。で、この下ですね、もうまさにここにね、今回ジェイソン・アイザックスがトム・フェルトンに送った言葉というのが書かれているんですが、で、こちらね、もう実際のインスタの投稿を見ていきたいと思います。これね、写真投稿してますよ。でね、ここに書かれているんですが、まずこの出だしですね。I came, I saw, he conquered ということで、こちらが本日のキーワードになります。で、今回ね、非常に変わり種のキーワードになりますが、ベニビリビキ。これが一体何なのか見ていきましょうね。ベニビリビキは、これね、ラテン語になりまして、この英語翻訳がここにあります。I came, I saw, I conquered は、素早く決定的な勝利を指すために使われるラテン語の句である。この語句は一般的にユリウス・カエサルに由来するとされており、ポントス王ファルケナス2世との短い戦争における迅速な勝利を収めた後、この言葉をローマ元老院に送った書簡の中で用いたという。ということでね、ここでは何を言っているかと言いますと、まずね、このベニビリビキという言葉は、ユリウス・カエサルの名言として知られている言葉です。こちらね、日本語のウィキペディアになりますが、ここね、ガイウス・ユリウス・カエサルと。でね、綴りを見ていただくとわかりますが、CAESAR とありますね。これでカエサルと読んでるわけですが、これを英語圏ではね、シーザーと呼んでいます。つまりこのユリウス・カエサルというのはジュリアス・シーザーのことですね。でもしかするとこっちの名前であの人かとなる人もいるかもしれませんね。日本語だと普通にねカエサルで表記されるんじゃないかなと思いますが、一般的に英語圏ではねこの人ジュリアス・シーザーと呼ばれています。で彼はね様々な名言があるんですよ。ここにありますが、サイは投げられたね、聞いたことあるでしょ。そしてねブルータスお前もか、これも聞いたことあるでしょ。そしてその中の一つがこれなんですね。来た見た勝った、これがベニビリピキ。
こちらです。来た、見た、勝ったとありますね。つまり、この英語翻訳が先ほどのここにありました。I came, I saw, I conquered。conquered というのは、征服したという意味ですね。つまり、このカエサルの言葉を引用したのが、こちらのジェイソン・アイザックスの投稿だったと。そしてね、これただ引用しているだけではありません。ここね、I came, I saw, he conquered。ここね、I ではなくって、彼に変えてるんですね。つまり、ここでの I というのは、ジェイソン・アイザックス自身のことを指しておりまして、さらに一番最後のね、征服したの部分の I を he に変えて、ここをね、トム・フェルトンにしているというわけです。つまり、私はね、その場に行って、それを見ましたよ。そして彼、トム・フェルトンは、その場を制していましたよ。これをカエサルの言葉を引用して、そしてそれをもじって伝えていたというわけです。分かっていただけましたか？そういう言葉だったんですね。でね、このジュリアス・シーザーというのはおそらく世界で最も舞台化されている人物なんですね。つまりこれはね、適当に引用しているわけではなくって、役者が舞台を表現するときに非常に理にかなった引用元だということです。そこも踏まえると、これがいかにうまいかがわかるんじゃないかなと思います。ドクターちょっとこれ感心しましたね、正直。ものすごくこうジェイソン・アイザックスの知性も感じるし、そして役者としてその舞台の感想を述べるにあたって最適の引用元だと思うし、で、さらにはそれをもじって、その中にジェイソン・アイザックス自身とトム・フェルトンを表現しているというね、こういった一文だったんですね。そしてその下もね、慣用句だらけになっておりまして、ちょっとね、詳しく見ていきますが、まずね、ほぼ直訳しますよ。君には、君自身が埋めなきゃいけない巨大なブーツという大役があったが、その縫い目が弾けるほどやり遂げたよ。息子よ、ダチョウの卵のようなボールを持っている。本当に勇敢だった。誇らしいよ。あの場にいられて嬉しかった。ということで、まずこちらね、埋めなきゃならない巨大なブーツというようにありますが、これはね、つまり、大役というのを巨大なブーツに例えているんですね。要するに、君は大役を任されたというように言ってるわけです。そしてその後ね、その縫い目が弾けるというようにあるんですが、つまりはその大役というのを見事にやり遂げて、さらには、そのブーツが弾けるほどだったと。で、その後ね、ダチョウのような大きなボールとあるんですが、このボールっていうのは、度胸っていう意味ですね。つまり、非常に大きい度胸があった。このように言ってるわけです。じゃあこれを意訳するとどうなるかと言いますと、君には大きなプレッシャーがあったはずなのに、期待をはるかに超える演技を見せてくれたよ。とんでもない度胸だった。本当にすごかったし、誇りに思う。あの場にいることができて嬉しかった。と、このような称賛を送ったというわけです。だからね、これすごく短い文章ではあるんですが、もう本当にね、役者としてのジェイソン・アイザックスが、役者としてのトム・フェルトンに送った最高の賛辞になってるんじゃないかなと思います。特にこの最初の一文は素晴らしかったですね。そしてね、それに対してトム・フェルトンも応じました。フェルトンは、来てくれてありがとう父さん。マルフォイであることが今までで一番誇らしいよ、とコメント。アイザックスは絶賛コメントとともに、フェルトンと抱き合う写真や、フェルトンの最後のカーテンコールを撮影した動画も投稿。スナップ写真の一枚には、舞台でドラコの息子、スコーピウスを演じているエイダン・クローズも写っていた。フェルトンは自身のインスタグラムの投稿で舞台上で笑顔で並ぶ3世代のマルフォイ家の写真を共有し、これをお祝いした。マルフォイ家ほどの存在はいないとフェルトンは書いた。初めて3世代が舞台で対面したんだ。言うまでもなく魔法のような瞬間だった。愛してるよ父さん。愛してるよ息子よ。ということでこちらがね、今度はトム・フェルトンのインスタアカウントになりますが、先ほどの一文がここですね。そしてね、2人が抱き合う写真を投稿していると。そしてそれを息子が見てるというね。で、この他にもね、様々な写真投稿しておりますので、いろいろ見たい方はね、ぜひね、インスタの方訪れてみてください。今回の舞台の様々な投稿というのがあります。先週フェルトンは、ハリーポッターと呪いの子のキャストに加わることで、映画版ハリーポッターの俳優として初めて大スクリーンから舞台へと飛躍した人物になった。彼は先週の火曜日にブロードウェイで初出演を果たし、リリック劇場の熱狂的な観客からスタンディングオベーションを受けた。これは本当につねって確かめたくなるような状況なんだ、とフェルトンは当時、トゥデイに語っている。ずっと夢を見ているみたいだよ。あのキャラクターを手放してから16年経つのに、また彼の靴を履くチャンスが巡ってきたんだ。今度は父親として新しい物語の中で、大人になったドラコと向き合えるのは本当にワクワクする。同じ月、フェルトンはトランスフォビアだと多くの人から受け取られている JK ローニングの SNS での発言が自分の決断に影響したかどうかにも言及した。本気でそう思ってるのって声が大きい一部の人なんじゃないかなと思いますけどね。いや、影響したとは言えない。正直、それについてはあまり詳しくないんだ、と彼は説明した。むしろ、自分は世界中を旅する幸運に恵まれてきたけど、ポッターほど世界を一つにしたものを見たことがない。そしてその功績は彼女にあるんだ。だから、とても感謝している。こちらね、ハリーポッターのファンアカウント、これを伝えています。生き残ったキャストの中で最高の2人。くそ、悪役が実は善人だったなんて、大好き。これは心温まる話ですね。この2人すごく似てきたよね。ジェイソン・アイザックスはいい人だ。
ここね、猫ちゃんが感動してほら、泣いちゃってますよ。どうするんですかこれ。この二人が本当に大好き。何年経っても親子のような関係が続いているなんて、本当に素晴らしい。JK ローリングとこういう連中はクソだ。とはいえこれは心温まる話だ。撮影当時、フェルトンは子供だったから、いろんな意味でアイザックスは本当に父親のような存在だった。でもそれだけ、心温まる話には感謝するけど、それでも私は絶対に見に行かない。というアンチ JK ローリングのね、複雑な感情を表してますよね。この話はすごくいい話だと思う。でも JK は許さねえぞと。そういうことですね。ごめん、これは最高だ。アイザックスからお墨付きをもらえるなんて、とんでもなく大きいことだ。そしてフェルトンは本当にうまい。こんなにいい奴があれほど嫌味で意地悪な悪役をしかも若い頃から演じきっていたのはまさに見事な演技だった。これ以上ないくらいに最高。アーティスト同士がイデオロギーではなく友情や仲間意識、共に過ごした時間を基盤にしてお互いを支え合う。こういう関係こそが尊い。これこそが骨の髄まで本物の支え合いだ。ここ日本の方もいますね。ジェイソン・アイザックス、ルシウスの俳優さん、息子が父になった姿を見に来たってこと。ああ、映画が終わっても物語が続いている。なんか泣きそう。この方きっと泣いてるんでしょうね。こちらにも日本の方いますね。トム若干目が潤んでる。はい、これもう確実に潤んでますね。お父上に見に来てもらえてよかったね。私も泣きそう。いい親子や。ということで、これに関しましてはですね、稀に来ているアンチ JK ローリング派ですら感動しているというような状況になっていますね。はい、ということで本日はですね、トム・フェルトンが出演しております、ブロードウェイ版ハリー・ポッター、ハリー・ポッターと呪いの子に、ジェイソン・アイザックスが来ておりまして、トム・フェルトンに最大の賛辞を送ったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。もともとですね、このトム・フェルトンがブロードウェイデビューするという話ね、これが決まった時、ジェイソン・アイザックス大喜びしてたんですよね。当然ね、絶対見に行くだろうなと思っていましたが、やっぱり行ってたんですね。本当にね、この二人の関係性というのは、ハリー・ポッターファンの中でもね、心温まるエピソードの一つなんじゃないかなと思います。どうですか皆さん。行っちゃいますかこの前も言いましたけどね、行っちゃいますか。この期間限定中に行っちゃいましょうか。これもし本当に見ましたよという方いたら、ぜひコメント欄でね、教えてください。感想もね、聞かせていただけたら嬉しいです。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。